中国、ロシア、イラン、この3カ国の反米同盟は決して妄想の話ではありません。中東情勢のニュースの中で、イランと中国の深いつながりを示すニュースが飛び出てきました。それは、イランに運び込まれる中国初の貨物船が弾道ミサイルの燃料の製造に使われる物質を大量に運び込もうとしていたのです。しかもその船員は、イランの革命防衛隊の関連の人物であり、アメリカが行った逆封鎖の突破を試みようとしました。これは明らかにアメリカを傷つけるために連携している証拠の一つです。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中東情勢を中心として複雑怪奇な国際情勢についての解説を行っていきます。このチャンネルの動画では、複雑に絡み合った国際情勢の話を少しでもわかりやすく皆さんにお伝えしています。国際情勢という大きな枠組みで考えた場合において、外で起こっている出来事だから日本と全く関係ないという考え方をしている人もいます。しかしそれは大きな間違いです。なぜならば、世界で起こっていることの影響というものは必ず日本にもやってくるし、日本自身も変わらなければなりません。変わらないということはそれをもってして取り残されることを意味します。そして今起こっている大きな問題は中東情勢にまつわる様々な出来事です。日本の場合だと中東の石油に依存していますから、ここで何かが起これば必ず日本に経済的な影響が及んできます。そして今、中東情勢をめぐっては、ホルムズ海峡の封鎖状態が解かれるかどうか、そして解かれないのであればどのようなことになるのか、様々な駆け引きが行われています。今、イランとアメリカ、イスラエルとの間において、ありそめの停戦期間に入っていますが、この状態下においても、ホルムズ海峡の航行は完全に回復はしていません。さらに、アメリカはイランに対する外交的な圧力を高めるために逆封鎖を宣言。イランの港に入港するもしくは出てくる船に対するコントロールを行っています。そしてここで大きな問題が発生しました。アメリカが停止を求めた貨物船が1時間、2時間、3時間、4時間、そして5時間、6時間と徹底的に逃げを図ったのです。アメリカ側は銃撃まで行ってこの船を止めようとしました。そして最終的には人員を送り込んでこの船を拿捕したのです。通常民間船舶が軍艦から停戦を求められた時にこれに反抗するというのはあからさまに怪しいものです。しかし逃げなければならない理由というのがこの貨物船にはありました。荷物を満載したこの貨物船、拿捕することによって積み荷、この船員の内情というものが明らかになりました。この船は中国から出港し、そして東南アジア、そしてイランへと向かっている船でした。積み荷は軍民両用ではあるものの、弾道ミサイルの燃料化することができる原料の物資が大量に積まれていました。報じられているところによると、この船に積まれている原材料を使えば、弾道ミサイル260発分の燃料を作ることができると報じられています。そしてもう一つ、逃げまくったその理由というのが、この物資だけではなく、船員についても問題視されています。それは、イラン革命防衛隊の関連人物だったからです。船員についてもその身元がバレては困るし、また積み荷についても明らかになるのは、これもまた二重にまずい。ましてや、中国側からイランに向かっているこのルート、そして積み荷、船員、その全てが真っ黒な疑惑を生み出すこととなります。明らかに中国によるイランに対する軍事支援であり、そのイランが今まさに戦っている相手がアメリカなわけですから、中国による軍事支援が直接的にアメリカを傷つけることへとつながるわけです。逃げる貨物船に対してアメリカは発砲したわけですが、発砲してでも止める価値がこの貨物船にはあったわけです。ただし、中国側はこの問題に対しては、だんまりを決め込んでいます。なぜならば、表立ってアメリカを傷つけるために軍事物資を送ったなどとは決して公表できるものではありません。また、積み荷についても、軍民両用といって、決して軍事用途だけのものではないからです。言い逃れとして、いやいやこれは民間の活用もできるものなのだから、なんでこれを軍事物資だと限定できるんだと一応言い訳はできるわけです。国際外交においてはそのようなあからさまに真実とはかけ離れたことをいくらでも言えるようなことが外交官には求められるものです。しかし今回の拿捕は少なくとも
アメリカによる逆封鎖が直接的にイランに対する軍事支援の動きそのものに対する大きな牽制になるでしょう。一度捕まった後でさらにどんどんと軍事物資に変わり得るものを送り込んでくるということは、さすがに中国も自重してくるはずです。そしてもう一つ、この逆封鎖というものがイランに対する大きな圧力になっています。ホルムズ海峡の封鎖問題というのは基本的に中東湾岸諸国からの石油がどんどんと外へと出てこなくなってしまう供給問題を生み出しました。一方において逆封鎖はイランの石油輸出に対する大きなブレーキとなります。従来イランの石油を大量に購入していたのが中国。ただし中国は直接的にイランから買っているわけではありません。第三国経由で入ってくるように仕向けています。基本的には東南アジアの国においてイランの石油が買われており、それをどこかの段階かで中国に振り向けるという資金洗浄と似たような手段を用いてイラン産の原油を中国へと持ち込んでいくわけです。その時に中国はイランに対しては今国際市場で石油を販売することができないのだから中国が大量に買ってあげよう。ただし値段は安くしろというようなことを取引として成立させているわけです。この流れそのものについてアメリカが間に入ることによって遮断することができれば中国にとっては大きな打撃になります。ちなみにこうした海からの販売ルートをアメリカに封鎖されてしまうとイランは非常に経済的には打撃になります。これを逃れるために別ルート、陸路での輸送といったものも行いますが、基本的には数量的に大きな減少になり、どうやっても大体の陸路だけでは、これまでと同じ量を売ることができなくなってしまいます。そうしたこともあって、この逆封鎖が長く続くことによって、イラン経済は今よりもさらに厳しい状態に陥ってしまいます。それだけに大きな外交的な圧力になるわけですが、じゃあそれをもってイランがトランプ大統領の言う通りに完全に折れるかどうかについては不透明な部分があります。なぜならば、イラン国内の政治状況として一枚岩ではないからです。現在のところ言われているのが、イラン国内における革命防衛隊と、一方においては政治的な勢力である政府側の人間、これらの間には溝があると言われています。しかし、革命防衛隊自身は外交の代表団として出てくるわけではありませんから、アメリカとイランとの話し合いをうまくまとめようと思ったときに、革命防衛隊が背く行動といったものも起こり得るわけで、そこが話のこじれる原因ともなっています。また、トランプ大統領自身の要求といったものが、イラン側と噛み合わないといった問題は、以前からずっと続いています。例えばトランプ大統領は、オバマ大統領とイランが結んだ核兵器開発の凍結の条件については、あんなものはゴミみたいなものだとして批判を繰り返してきました。それだけにイランに対して攻撃を行って、この後結ぶ条件というものが、オバマ大統領とイランが結んだものよりも、もっともっと良いものでなければならないとしています。オバマ大統領はイランとの間における約束事として、これ以上ウラン濃縮を進めて核兵器開発を進めてはならないという内容を結びました。おおよそ15年間はこれ以上の状況の進展といったものはやめなさい。話し合いとしてはそこまでしかいきませんでした。このことについてトランプ大統領は根本的な問題の解決にはなっていないとしてこれを大いに批判してきたわけです。だからこそ現在トランプ大統領はオバマ大統領が結んだ話15年間よりももっと自分なら長くイランに対する凍結を突きつけることができるんだとして20年間のこれ以上の進展を凍結させるんだという要求を行っています。一方でイラン側はそのような要求に対してはオバマ大統領の時に一応結んだ話があるんだから残りの年数分だけは進展をやめてもいいかもなというような話をしています。それだけに双方の言い分といったものがかなり食い違っている状態です。何にしてもイランにとっては基本的には石油の輸出を逆封鎖によって抑えられた以上、これ以上今の状態が長引くことは経済的には何の利益もありません。ホルムズ海峡封鎖に伴う経済的な打撃を世界中に与えたとしても、結局のところトランプ大統領にして政治的な打撃、そして経済的な打撃を与えることはできたとしても、決してアメリカ軍の軍事力そのものについて、これを決定的に
弾き返すことはできない。この状況そのものは変わりがありません。それだけにこの後トランプ大統領の強気の外交がイランをねじ伏せることができるかどうかに注目しましょう。そして次に、ウクライナ情勢についての近況も少し挟んでおきましょう。ウクライナによるロシアの戦略資源に対する攻撃は継続的に行われています。プラスアルファ、ロシアの防空兵器も徹底的に狙っています。防空兵器はそもそも単体の兵器としても高額な兵器ですが、それだけではなく、一つの対空兵器を潰すことができれば、それ以降においてその地域におけるロシアの防空体制が弱体化します。つまり、次から次とやってくるドローンが撃墜される危険性がどんどんと下がるわけで、より被害を拡大することができます。その成果が現れました。それが、クリミア半島の南部、ロシアの軍港セバストポリにおいて、ロシア軍の大型揚陸艦に対する攻撃を次々と成功させるといったことが報告されています。これらの船は現在のところ、ロシア軍にとっても使いようのない兵器です。ないしろ、揚陸艦というのはそれこそ、2022年段階においては、ウクライナの主要な貿易港であるオデーサ攻略戦に用いる可能性がある危険な兵器の一つでした。しかし、現在においてはウクライナ側の防衛体制が固まっていますから、今の段階で大型の艦艇を出して、オデーサ攻略を目指すといったことは自殺行為です。ですから、黒海艦隊それ自体もセバストポリから離れて、より遠い地域の港に引きこもっているような状態です。今回攻撃が行われたセバストポリは、かつては艦隊の司令部も置かれていた場所なのですが、実質的にもぬけの殻に近いと言われています。だからといって全く放置するというのもおかしなものですし、軍施設も多数残されています。今回、ロシアの軍艦に対する攻撃を次々と成功させたのも、結局のところ、足の遅い大型ドローンを突撃させるといった方法で成功させており、ロシア軍の防空体制が弱体化していることの証拠でしょう。そして、ウクライナ軍の攻撃や防御において非常に目立っているドローン技術については、中東情勢の悪化に伴って、パートナー国もどんどんと増えている状態です。ウクライナは自国で育ってきたドローン技術をもとにして、防衛協定を結ぶ国々を新たに開拓し続けています。これらの国々との協力関係は同時に資金面においてもウクライナにとって重要な軍資金となるでしょう。そしてこのような国際情勢の悪化というものについて日本国内においても今のままではダメだということが政治的な動きへとつながっていきます。現在の高市政権はそうした意味において海外で何が起こっているかについて十分理解し、これを政治的に政策へと転換するという、非常に難しいことに着手しています。多くの国民にとってはなかなか理解されないような国際情勢とその対応策については批判を浴びることも多いわけですが、決してこれを放置していてはいけません。なぜならば、決定的に状況が悪化したときに、それから取り組んだとしても明らかに手遅れになるからです。何かが起こる前に予防的に準備を進めていって、備えを固めていかなければならない問題です。今回高市政権が取り組んでいるのは、防衛装備移転の原則改定、従来歯止めとなっていた5類型の限界点についてこれを見直し、多くの問題をクリアした上で、兵器輸出の道を切り開こうとしています。こうした話題になると必ず出てくるのが、他の国々に武器を売ることそれ自体がモラルの破壊であるとか、もしくは死の商人と化してしまうのかといったような批判がつきまとうことです。しかし、現実問題として何が起こっているか世界を見ればわかることですが、ロシアによるウクライナ侵略以降、明らかに国際秩序そのものは大きく揺らいでいます。軍事力を使って何か政治的な課題やもしくは政治家個人の願望といったものを達成しようとする動きがより強まっており、話し合いだけでは何事も解決しないことをあからさまに見せつけています。どこかの国が悪さをしたら他の国々は止めるかといえば、止める力はまさに言論ではなく実際に軍事力でよってしか成し得ないということを示しているわけです。理想としては話し合いでことが済めば良いわけですが、それは理想に過ぎず現実ではないといったことを理解する必要があります。理想は理想で追い求めつつも、しかし現実問題として何かが起きれば対処できる用意をしておかなければならないわけです。また、そうした理念だけの話ではなく、実質的に大きな利益も得ることができます。まず第一に産業として日本国内に多くの企業や人員といった
形を残していくこととなります。どんどんと他の国に頼ってしまえば日本国内にそうしたものを作る人や施設や全てなくなってしまったとき、本当の危機になったときに必要なものを作ることすらも難しいものです。しかし、自分の国で作る基盤をしっかりと持っておけば、さらに他の国々と取引をする中において、同じような装備品を持っている国々があれば、困った時に融通をしてもらうということも可能ですし、同じ規格品を作っている他のパートナー国と連携することによって、増産を頼むといったことも可能になります。防衛装備品の輸出解禁というのは、決してこれをもってして軍事大国になろうというような話ではなく、よりサバイバル能力を高めるための政策の一手なわけです。なぜそのように言い切れるかというと、例えば、軍需産業が非常に盛んであるアメリカであったとしても、決して軍需産業はアメリカにとって大黒柱のような産業ではありません。アメリカのビッグテックと呼ばれるような企業は明らかに産業規模として軍需産業を圧倒しています。いわゆる都市伝説のような軍需産業がアメリカ政治を牛耳っているというようなことは、少なくとも売上規模から言えば全くナンセンスな話なわけです。日本においても同様で、決して軍需産業が日本の全ての政界や産業を牛耳ってしまうような超巨大産業化するといったことは全く想定することはできないものです。もしもそういう話をする人がいれば、よほど妄想が好きなだけの人でしょう。また、高市政権ではそうした海外とのパートナーシップをどんどんと拡張するという政策についても、これを強化しています。従来安倍政権から続いてきたこうした国際外交の場でおいて、パートナー国を増やしていこうという考え方そのものは、従来もあったし、これからも拡張していくことが日本にとっては王道の政策の一つとなります。アメリカのように全てが揃っているような国の場合であれば、自分の国のことを考えて、自分が何でもやりたいというようなことをばっかり言っているようなことは日本にはできません。基本的には日本には足らないものがたくさんあるわけなので、それらを多くの国々と協力関係を築きながらやっていくことが大事なわけです。さて、中東に対する依存状態といったものは何も日本だけではありません。東南アジアの国々においても同様のことが起きています。それらについて少しでも日本の技術力を活かしつつ貢献することができます。例えば、石油に頼らないといった場合において、自然エネルギーや天然ガス、原子力といった話題も出てくるわけですが、日本の場合だと石炭をもっと活用することにも目を向けようという話をしています。石炭というのは脱炭素といった問題から批判を浴びることも多いわけですが、より効率的に使うといったことを行えば、決して従来品のような何でもかんでも自然を破壊し、空気を汚染するだけのようなものでもありません。特に石炭の場合だと非常に有効な面としては、世界に広く分散的に埋蔵されているものであり、どこか一箇所に世界が依存するというものでもありません。しかも埋蔵量についても非常に多くあります。日本の場合だと高効率に石炭を燃焼させる技術などが非常に優れている点で、東南アジア各国からも十分魅力的なものを提供することができます。というわけで今回の解説についてはここまで。中東情勢をめぐってはアメリカ、イスラエルとイランとの間における話し合いといったものがまとまるかどうかは結局のところ最後の最後までわかるものではありません。ただしトランプ大統領自身の関心はすでに次の標的、キューバに向かっているのではないかと言われるぐらいですから、必ずしもこれ以上どんどんとイラン攻撃を激化させるかといえば、そうではなさそうな雰囲気は漂っています。しかし一方においてプラン B、休戦状態だとしている間にも、中東に対する軍事物資の輸送といったものは非常に盛んに今も行われていると言われていますから、決して完全にここから撤退モードというわけでもありません。情勢が変わればまだまだ攻撃できるだけの戦力をアメリカは中東周辺に展開し続けています。そしてトランプ大統領の打ってきた逆封鎖、今後中国の支えといったものを得ることができないとなれば、イラン側の方も折れる可能性は高まっていきます。このあたり複雑回帰な情勢が様々な絡み合いの中でどのような展開を迎えていくか様子を見守っていきましょう。日本にとっても非常に重要な中東情勢の安定化といったものはまだまだ見ておかなければなりません。というわけで今回の動画はここまで長々となりましたが、最後まで見ている方がいてくれたら嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。